皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編を皆様にお届けしたいと思います。将棋の方がですね、私の後手番四間飛車に対して相手の方が先手番で右銀急戦と呼ばれるね急戦策を取ってきました。こちらの方ね、大盤でゆっくり変化なども解説していきたいと思いますので、最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速大盤の方で、本局振り返っていきたいと思います。今回ね、私は後手番ですので、先後はね、魚津の、対局編の方とは逆になりますが、反対から見る形でね、また参考にしていただければなと思います。先手7六歩、3四歩、2六歩に、4四歩とついてね、今回ちょっと四間飛車を、私は採用しました。で、4八銀に3二銀。で、5六歩に4二飛車とね、四間飛車の形ですね。で、ここでね、9六歩と、この8歩がちょっと、早い手ですよね。もちろんね、こうついて形勢がどうこうなるというわけではないんですが、早めの8歩によってね、居飛車仲間の可能性がかなりね、減ったかなとも言えると思います。で、私は9四歩と。で、6八玉に6二玉と。で、7八玉に7二銀で、私の方もね、振り飛車仲間ではなくて、美濃囲いでね、戦う形を選びました。で、5七銀。7一玉。3六歩とね、この3六歩が一つ振り飛車側からしとくとね、先後逆ですと7四歩ってことなんですけど、この歩つくかつかないかがね、急戦と持久戦の一つのね、分かれ道なので、この歩を突かれた場合にはね、穴熊、あるいは左美濃という形よりも、急戦を警戒した方がいいと言えますね。で、実際3六歩に対して、8二玉とね、早めに王様を入場しましてね、急戦備えました。で、5八金、右。5二金、左とね、上がりました。そうですね、これ本局右銀急戦と言われるこの銀ね、これは逆にこちらの銀が上がっていくと左銀急戦という形になるんですけれども、こちらの銀が上がると右銀急戦と言われる形です。で、さらにね、ここから駒組みを進めてね、6八銀上がると上がって、例えば金を売るとね、これね、エルモ囲いなんて言われる形になるんですけれどもね、この金上がらないパターンもありますけどね、エルモ囲いと言われる形なんですが、本局はね、非常にシンプルにこの形でね、相手の方は、開催してきました。3五歩とね、一つね、この形のポイントは2五歩3三角という手が入ってないのがポイントなんですね。2五歩3三角と上がって3六歩とつくのがね、この形は非常によくある、3五歩のところで3八飛車という形もあるんですけれども、2五歩と一回ついてね、こう角を上がらしてから角頭をね狙うというのが多いんですね。これ3八飛車と寄って、一例を挙げればこれでね、後手が4三銀のような手なら3五歩同歩4六銀という形でね、角を上がらせることで角頭を攻めるというのが多いんですが、本局は、この形でね2五歩を利かずにつかないでね、3五歩とついたのが先手の方の工夫となるわけですね。後手としては同歩と取ったんですが、これで4六銀と出た時にですね、対局編の時にも言ったんですけれども、ここにね銀が来た場合の、振り飛車側の常套手段として、4五歩とねこう角交換を歩をぶつけてね銀取りにしながら角交換をするというテクニックがあるんですが、この場合こうついちゃうとね大変なことになっちゃいますね。角が浮いてね上がったりで浮いてるので2二角成となられると、これはね銀は取り返せますけど、これはさすがに角銀交換がね痛いですね。これは先手の方が大優勢になってしまいます。ですので、2五歩を突かないことでね、4五歩という手を後手と先手の方としてはね4五歩と突かれる手を警戒しているというかね形になります。ですのでね後手としてはもう一個の手段ですね、3六歩と、これがテクニックですね。ちょっとねすみません、歩がこちらですね。慣れてないとちょっと怖い手なんですけれども、これがね、この銀が進出して突き捨てて4六銀の形に対する手筋でして、左銀急戦、ちょっと先ほどちらっと言ったんですけど、こちらの銀が出てくる急戦ですとね3六歩と伸ばされても先手は構わず銀が出やすいんですね。なぜかと言いますと、3七歩成同桂3六歩という反撃が実はこれね右銀急戦ですとこういう反撃があるんですね。左銀急戦ですとねここに歩を成られても同銀と補えるので、これが左銀急戦のメリット。逆に言うと右銀急戦の泣きどころですね。3六歩と伸ばすことで、3五銀と出たいんですが出れば、3四歩3七歩成から、攻めが続けることが、反撃することができるということです。で相手の方はここで2五歩と、ここは手が広かったですね。実はちょっとひねった手で4五銀という手もあったかもしれません。
これねなんか一瞬びっくりギョッとしますけど、この銀はですね、取ればもちろん角を取りますし、この歩をね嫌味な歩をこう3六銀と取る形がいい形なんですよね。ですのでこの4五銀というのは、もちろん取ってくれればいいですけれども、後手が取ってこなければ3六銀と取る形がいい形だよという手ですね。進行例としては後手が4三銀と上がれば、これ以上攻めれないんでね、次銀取られちゃうんで3六銀と取っといてね、闇の歩を取りつつ、ここに銀が来るとね、4六歩から4五歩という自然な攻めがね後ほどできる、あるいは3七桂とも飛びやすい、3八飛車とも寄りやすいということで、4五銀とね、出とく手も、あったと思います。ちょっとね面白い手ですけどね、これは一見派手ですけど、実は3六銀と取って模様よく攻めようというね、ゆっくりとした手ですね。本局は2五歩だったらね、3三角2六飛車というのは、こちらの方がどちらかというと主張があるね激しい手ですよね。このまま3六飛車とね払えてしまえば、先手十分居飛車十分になるので、後手としてはここでね反撃していきます。4五歩とね。そうですね、ここで次の手がちょっとポイントになりましたかね。本局ここで、5五銀と出たんですけど、この手があまり、この場合は良くなかったかもしれないですね。ここではね3五銀と単に出るか3三角成同銀で3五銀と出るか、どちらかを選ばれた方が良かったかなと思います、先手としてはね。例えば、3三角成、同銀3五銀と出まして、で後手の方はね6四角と打つのが、反撃のコツになりますね。これで香車を狙うと。であと3七歩成もありますからね。で2四歩と攻めてくれば、同歩、同銀に、例えば2五歩と打ちましてね、同飛車に3四銀と上がると。この辺振り飛車のテクニックですね。飛車が逃げれば香車を取ると。2五歩の時に失礼しました。2五歩の時にね、飛車を取る、この歩を取るとね銀取られちゃう。3三銀成という手も考えられるんですが、3三銀成でしたら、後手も飛車を取って4二成銀で、同金といった展開ですかね。これも一例で難しい戦いだと思います。もちろん2四銀の時に後手もね、同銀とかね、あるいは1九角成といった手もあるので変化が非常に多いところですね。あるいはここで6四角の時に5五角と合わせる手も有力ですね。先手がね。で同角同歩という形で受ける。そうしておいてから、これはね定石の手なんですけど、4四銀とね軽く上がってしまって、同銀同飛車とするというねことですね。でこの形にしておくと自陣に角を打たれにくいというメリットが、振り飛車側にはあります。もちろん6四角打たないで銀をぶつける手もあってね、この辺手が難しいところですね。で2二角と打てば3四飛車といってね、この辺ちょっとね、手順が複雑なので繰り返し見ていただければと思うんですけど、1一角成なら3七歩成といった感じでね、居飛車側がかなり積極主導権を握れるんですけれども、一つねやっぱり振り飛車側の主張としてはやはり玉形の差ですよね。美濃囲い対は明らかにね一路こう戦場に近い船囲いなので、こうやって先に香を損したとしても、と金を作って反撃の目処さえ立てば振り飛車も十分戦えるということですね。はい。ですので、今のはね、3三角成とやってから、銀を出たんですが、もう一つねここで単に3五銀という手も考えられますね。こうすることで8八角成同銀の時に4四銀とねぶつけられる手を、消すことができるわけですね。この場合もね後手は6四角と打つ形になりますね。形になります。で先手もやはり3三角5五角と合わせて、同角同歩に、これですとね銀が下なんでさばきにくいんですけど、例えば一例を挙げれば4三銀と上がりましてね、2四歩で破られそうですけど3二飛車というのがテクニックになりますね。これで3二三歩成ならば3五飛車と走ってよしですし、3六飛車ならば2四歩と取っておくとうまくね均等が取れるわけですね。進出できないという形でね、これで居飛車が3四歩と打てば、もうちょっと捨てますとねこれで2八角と打つような感じでしょうかね。振り飛車としてはね、
紙一重なんですけれども、ある程度被害を最小限に抑えて繰り返しになりますが、美濃囲いの形を生かして指すというね方針。居飛車側としましてはね、やはり一見うまくいっていても玉形の差がありますから、丁寧な指し回しが求められます。いずれにしてもね、このどちらかですよね、4五歩の時に3五銀と、出る形、角を交換してから出るか、単に出るかとね、どちらかを選んだ方が良かったと思います。実際はね5五銀と出たんですけれども、5六歩とね5四歩とね、この追撃が厳しかったですね。実際は6六銀と下がったんですが、同銀ですとね4六歩と、この飛車がね一瞬この歩が取れてない瞬間にさばかれちゃうんですよね。4六同歩同飛車となると、飛車を成らなくて歩打つとね飛車寄られて、これはねどうでしょうか、見るからにさばかれてるというのをねお分かりいただけるかなと思います。飛車が一瞬こう影になってる間にね、もう後手の飛車に大暴れされてしまうので、実戦は銀を狙われるよりはということでね、引いたんですけれども、これでも4六歩とついて同歩同飛車4七歩に4五飛車とね、これは振り飛車が軽い形になりましたよね。3六飛車ならば2五飛車と歩を取ると。で銀が重い格好ですからね、実際5七金と上がったんですけれども、4四角と上がりまして、3六飛車に3五飛車という形でね飛車交換が実現しまして、これでね、振り飛車ペースになりました。今ね4四に角に対して2七飛車と引く手もあるんですけれども、2七飛車には3三桂と飛ぶ手がありましてね、飛車を追われても2五飛車という手があるので、これはね振り飛車の醍醐味ですよね。非常に軽くさばけて、飛車交換になれば、陣形の差がね大きいので振り飛車優勢と。実戦も4四角に3六飛車と寄ったんですが、3五飛車同飛車同角となってね、5五銀がねちょっと、疑問集だったかなと思うんですけれども、振り飛車ペースの中盤戦となりました。はい、ではね続きましての局面ですね。局面、先ほどの局面から少し進みまして、振り飛車がペースを握りましてね、あの後飛車角交換になって今6六の銀を7五銀とね相手の方を指したところですね。ここはね皆さんにね、振り飛車がねちょっとずつでもリードを広げるねテクニックをね見ていただきたいなと思いましてね、取り上げます。これね2九、これ銀であったところで飛車角交換で、2九竜とね、桂馬を取って香車を取って香車を取るっていう指し方もいいんですけれども、こういう場面、対局中にも言ったんですけれども、私の方はね竜ができていて、もう桂香はいずれ取れそうな格好ですよね。で先手の方はね今6六銀と上がって、まだ自陣の角がね慣れてないんですね。香を取れることが確定してない状況なので、素直に取り合ってもいいんですけどね、こういう時はより丁寧な指し方をした方がいいことが多いです。実際はね4四歩と打ちました。この角をね冷たくならせないようにしといて、自分の方だけ桂香を取ってしまえば一番ね分かりやすいということですね。もちろん9四香と走られる傷はあるんですけど、9四香にはね9八飛車と打てばね、これ反撃も効きますし、あるいは9三桂とね対応しておいても、いずれ9八飛車という手が残るわけですね。桂馬を取ってからの9六桂のような手も残ります。ですので先手の方はねここで、3六歩と打ちましたので、これはね、テクニックですよね。同竜で取れば桂香を取られるというのが消えると。で同銀に4四角と出たと。例えばですけれども、こうした時にね桂香を取ったとしても、先ほどより得してるのお分かりいただけますかね。銀がこう1個ね進出できるわけですよね。なので非常に細かいんですけれども、こうやってちょっとしたところでねポイントを稼ぐというのはね一つね、効率のいい指し方になります。でここではね3三歩と3七にこう渋くね打っちゃう手もあったと思います。こうしておいてね角をさばかせないようにしてやっぱり桂香を取ると。実際はねさらにちょっとおしゃれなというかね1二香と。これでもねちょっと覚えていただきたい手ですね。もちろんこの局面に限ることじゃないんですけれども、香車を1個上がることによってね、角をなって取られた後の形がね、使いにくくなるんですよね。実際はもちろん1二角に、1一角ないとねなられて、何か一手の価値がなさそうに感じられるかもしれませんけども、これで2九竜と取れば、この時にですね香車をダイレクトで取るとこういう状態になるわけですね。こういう状態で、これ香車を取れてないので香車を例えば1二馬と取ります。そうするとですねこの馬の位置が、悪くなるのお分かりいただけますかね。こう自陣に効いていて、理想は例えば香車を取った後に馬を、6六馬と引きつけたり、場合によっては5五馬と引いたりというのをしたいのに、こう1二馬と寄ると非常にね一瞬馬がぼやけてしまうのをお分かりいただけると思うんですよね。実戦は2一馬と桂馬を取ったんですが、こ
これでもね一瞬駒がね、使いにくくなってるのお分かりいただけますかね。次に1二馬と取っても馬は使いにくいので、地味ながらああいうね香車の位置をね1個ずらす、まあこういうちょっと大盤で解説しないとね意味が分かりづらいかもしれないんですけど、ちょっとしたところでねポイントを稼ぐというのが、まあ、振り飛車のテクニックになります。まあ、実際に2一馬に対してね8一飛車取ったんですけど、まあ、これはねちょっとね厳密に言うと、まあ、やりすぎだったかもしれません。まあこれはねうまくこう馬の位置がずれるとこういう手ができるよっていうね例としてまあこう打ったんですけれども、まあ実際のね局面はこう飛車を打つまでも打つことね厳しいことをやる必要もなかったような局面かもしれません。まあ、具体的に言いますと3九飛車とね自然に2枚飛車で攻めまして、まあ、次にね6九下成があるんで、例えば、5九桂の受け方だったらまあ自陣はね安全ですので、極端なし4八歩と打ってねもう4九歩成からと桂馬を削る手もあったと思います。7九金というような受け方でも、まあ、例えばね6五桂という感じで、まあこの銀も使ってね金を引けば飛車を成るような感じで攻めていけばね、まあ、この銀が一手こうやっぱ進めてるのも大きいですし、こういった方が、駒を相手に渡せないでね、非常に、まあ、なんていうかね手堅い攻め方だったと思います。ただね、まあ、本局ではちょっと飛車打ちは、まあ、焦りすぎの手になったかもしれませんが、いずれにしてもねこう馬の道をずらすテクニックというのがね非常に効果的になるっていうのをねお分かりいただけたらと思います。はい、これはね最終盤の場面でございます。今ね、3一飛車でね飛車を成ったとこですね。でここで私4五銀でです。この手がね非常に危ない危険な手でした。まあここはねもうまあ8八飛車はともかく、まあここはイギリス局面はね圧倒的に優勢だったんで、まあ4三桂とね、まあ、上部脱出さえ防いでおけば、美濃囲いが非常に硬いので、上にさえ逃げさせなければね、まあ、次に、今度こそ4五銀と出て上から押さえていく形でいけばね、まあ、はっきり、振り飛車が勝ち勝勢だったところです。4五銀はねちょっと軽率でした。まあ読み筋としてはね3五玉に3八竜と回って4四玉に3一竜と竜を取ってね同馬にまあ4三飛車あるいは3四飛車と打ってね、まあこれで馬を取る、あるいは4三飛車と打って王様を下に押さえればね、まあこれで勝勢というのは読みだったんですけれども、これが非常に危険な勝手読みでして、まあ実際ね本局相手の方に5四玉と逃げられてねちょっと危ない格好になりましたね。これ4四玉のルートが出てきたんでね、で実際はね3二歩とちょっとねこれがまあやらしいテクニックというかね、この手が相手の方ミス誘いましたね。まあ同竜と取ればねまあ結構難しかったと思います。同竜であくまで4四玉を狙ってね指されたら、まあ実戦はね3二歩に、まあ、4四玉と逃げたんですが、これで3八竜とやってね再びまあ捕まる格好になってきましたね。この銀はね取られてしまうんですけれども、3三桂と打ちまして、これがね見た目より狭いんですね先手の王様がね。まあ実戦はねこの3三桂に対して4六玉と引いたんですけれども、まあ4四玉と逃げても4三歩と打って5五玉に3五竜と引くとねぴったり詰みなんですよね。まあこのね4四玉で逃げずに5五玉でも3五竜で詰みと、実戦は4六玉と逃げたんですが5四桂と打ったところで、投了となりました。以下はね5五玉でしたら3五竜で一手詰め、4七玉でしたら4五桂でまあ気持ちよくねぴったり詰んでいるということでね投了もやめません。まあ、ちょっとね4五銀は軽率でしたけども3二歩によってね、まあ、相手の方がまあちょっとミスをしたことで、まあ、最後はね即詰みとなりました。はい、いかがだったでしょうか。まあ序盤から中盤そうですよね、定石形右銀急戦のね一番オーソドックスの基本形みたいなようなね形だったのでね、この形を指される方、あるいは四間飛車に対してね急戦策をいろいろね試している方などはね繰り返し見ていただいて皆様のね実践にねの参考になればなと思っております。この動画が良かったらという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。